人類を絶滅に陥れた恐怖の病を知っているだろうか。過去にはなんとペストによりヨーロッパが壊滅しかけていたり、さらにスペイン風邪で地球全体が未曾有のパンデミックに襲われたり、人類がウイルスと戦ってきた歴史の全貌に迫る。はい、どうも、アルコメントリーのケンちゃんです。ダメヤニングです。というわけでですね、本日ご紹介するのはね、人類を絶滅寸前まで陥れたね、病たちなんです。病？隕石とかじゃなくて病気で絶滅寸前まで行く。そうなんですよね。てかもうね、あんたね、名前にね、闇が入ってる方ってね、病のことをね、甘く見すぎなんですよ。もうね、人類がね、病気によって絶滅寸前まで陥れられているんです。人類を絶滅寸前まで陥れた恐怖の病。パンデミックと世界の終わりとは。ヨーロッパ壊滅。皆さんはペストと呼ばれる病気をご存知でしょうか？これは長い人類史の中で何度も世界で大流行したことのある危険な感染病なんです。別名黒死病とも呼ばれているのですが、その名の通り手足が壊死し、全身が黒いあざだらけになって死亡するということもある非常に恐ろしい病気なんです。このペストが特に大規模なパンデミックを起こしたのは14世紀のこと。その被害規模は凄まじく、世界史の教科書にはほぼ必ず記載されるほどです。最初の患者はモンゴル人でした。しかし最終的に一番の被害を被ることになるのはヨーロッパになるんです。移動手段が未発達で国外の出入りが少ないこの時代に、一体なぜ発生源と別の地域で大流行することになってしまったのでしょうか。その要因は当時の世界情勢にあったんです。現代の皆さんにはあまりピンとはきにくい話かもしれないんですが、当時のモンゴルは世界でも有数の戦闘力を持った一大国家だったんです。そしてそのモンゴルが掲げた政策は領土拡大。そのため他国に遠征して戦争を繰り返していったんです。そしてこのモンゴル軍にペスト患者がいたんです。戦争を繰り返して他国と交わり続けたモンゴル。その結果ペストはモンゴル以外の国にもどんどん広まっていったというのが真相だったんです。では一体どれだけの被害があったのでしょうか。現代を生き延びる皆さんは過去に何度も病気にかかったことがあるでしょうし、感染病で言えば特にインフルエンザなどにはそれなりの恐怖心を持っていると思います。ですが、それで死をイメージすることはほぼないですよね。恐怖心といっても苦しい思いであったり、仕事など日常生活の邪魔になるのが厄介であったり、そういうところにネガティブなものがあるだけだと思うんです。しかし、このペストという病気は現代の我々には想像もつかないとてつもなく強力な殺傷能力を持ったウイルスなんです。怖えな。最も被害が大きかったヨーロッパでは非常に多くの人間が亡くなりました。なんとヨーロッパでは人口の約3分の1がなくなってしまったんです。そしてその中で最も悲惨だったイタリアのベネチアでは、なんと人口の約4分の3もの人々が亡くなってしまったんです。ベネチアやばいわね。ベネチアの発音いいな、お前。4分の3ですからね、4人に3人は死亡してね、1人しか生き延びられないってもう怖い。ですが、一体なぜそんなにも多くの方々が感染してしまったのでしょうか。もちろん戦争というのは衛生面が最悪なわけですから、モンゴルの戦争時は疫病が蔓延しやすい状況だったんです。しかしそれだけでこのような事態になるというのはにわかには信じがたいですよね。実はペストが流行ったことにはもっと別の理由があったんです。それはペストが生物兵器として利用されたことだったんです。つまり自然と防ぎようがなく、どうしようもなく感染してしまったのではなく、人間が能動的に感染するべくして感染させたんです。ではどのように生物兵器として利用したのでしょうか。現代の技術ならともかく、この14世紀という時代にウイルスを都合よく利用することはできません。そのため方法は非常に残虐なものだったんです。利用したのはペスト感染者の死体だったんです。戦争中、人間や馬などペストによって亡くなった者の体を敵国の城などに放り投げるといった行為が行われていたんです。ひでえな。いや、もう残酷なことに残虐な方法に限って効果はてきめんなんです。この非倫理的な行為によって戦争は有利に進みましたし、結果的にヨーロッパは危うく壊滅しかけたんです。このように人類を絶滅寸前に陥れたペストですが、世界全体で見れば流行したのが局地的だったという点で、まだまだ生優しいものだったんです。次に紹介する病と比べれば。いやー、怖いっすね。まあ地球ではね、こんなね、病気もあるんですけど、ダークネス星ではね、どんな病気あったんですか？ダークネス星ではね、みんな髪の毛が紫色になる。死ねみんな。あと最近さ、死ねって言うけど、ほんとひどい人間はあんた。人類最大のパンデミック、スペイン風邪。
1918年に大流行したスペイン風邪は、これまでの人類史の中でも屈指のパンデミックであったと言われています。風邪という名前がついていますが、これはインフルエンザの一種なんです。インフルエンザはパンデミックの危険度がインフルエンザパンデミック重度指数というもので5段階で表すことができるんです。皆さんも経験したことがあるかもしれない季節性のインフルエンザは、その中で最も危険度が低いカテゴリー1です。冬になるとあれだけニュースになり、かかる人がたくさん出るインフルエンザでさえカテゴリー1なんです。では、スペイン風邪はどのカテゴリーだったのでしょうか。なんとスペイン風邪はカテゴリー5。そう、最上位カテゴリーに位置するんです。そのカテゴリー通り、被害は甚大なものだったんです。死者は約5000万人から1億人にも上り、感染者は約5億人であったと言われています。とてつもない被害ですよね。ですが、中には意外にそんなものなのかと思う人もいるかもしれません。このスペイン風邪の被害規模を理解する上で重要となるのは当時の人口です。2019年時点では全世界の人口は約77億人にも上ると言われています。では、スペイン風邪が流行した約100年前のこの時代はどうだったのでしょうか。なんと20億人弱。先ほど死者は約5000万人から1億人にも上り、感染者は約5億人であったと言いました。つまり、全世界の約3分の1もの人々が感染に至ったんです。ペストも甚大な被害をもたらしましたが、あれはヨーロッパ中心の話で全世界というわけではありません。しかし、このスペイン風邪はまさに全世界で大流行したんです。では、なぜこれほどまでに感染力が強かったのでしょうか。それはペストと同様に戦争によるものだったんです。ペストは戦争という背景のもと、人間のせいで感染が促進されてしまいました。しかし、スペイン風邪は少し事情が異なるんです。スペイン風邪は人間のせいではなく、ウイルス自身が戦争によりより高い感染力を持つように進化していったんです。これは一体どういうことなのでしょうか。今から約100年前の戦争、それは第一次世界大戦です。人類が初めて経験することになる未曾有の大戦争。それは非常に大規模なもので、とてつもない数の人々が亡くなったんです。実はスペイン風邪のウイルスにとって、この戦争は非常に厄介なものだったんです。なぜなら、戦争によってウイルスが勢力を広げるための宿主が次々となくなってしまったからなんです。そもそもウイルスは人間に寄生し、その勢力を強めていきます。もし広がる前に薬や抗体で滅ぼされればウイルスの敗北なんです。しかし、戦争はこのウイルスと人間の勝負に普通にはない新たな展開を引き起こします。それがウイルスとは無関係に人間が戦争の中で死んでしまうということだったんです。これはウイルスからしたら不戦敗のようなものであり、同時に死活問題でもあるんです。どれだけ人間に寄生しようとも、そこで繁殖する前に宿主がなくなるという事態が続けば、自然とウイルス側が絶滅の危機に陥るわけなんです。しかし、このウイルスはここで絶滅とはいきませんでした。生物というものはどんなものでも諦めずにその環境で生きていくために最適な形で進化していくもの。この時のウイルスにとって種の存続という観点での最適な進化、それが強力な感染力という性質を有することだったんです。その結果、全世界の3分の1の人間が感染するという未曾有のパンデミックが起こったんです。さらに感染力の高さは悲劇的な成果を残しています。約5000万人から1億人の死者が出たわけなんですが、なんとこれはわずか1年で生まれた結果なんです。これほどの人間がこれだけの短期間で亡くなったことは異例であり、なんとそのペースは過去のどんな戦争や災害と比べても早いんです。さらに言えば、スペイン風邪が流行したのは厳密には1918年のこと。この数字何か思い出すことはないですかね。実はこの年は第一次世界大戦が終結した年なんです。お気づきでしょうか。そう。第一次世界大戦が終わったのはスペイン風邪で大量の死者が出たからだったんです。戦争によって流行した病が戦争を終わらせるというのはなんとも皮肉な話ですよね。やばいっていうのはわかんないけど、規模が大きすぎて私にどんなことになるのかよくわかんないのよ。まあそうなんですよね。まあだからね、次はちょっと目線を変えて、こういったね、恐ろしい病たちが個人レベルでどのような影響をもたらすかっていう視点でいきたいと思います。少女の悲劇。2014年、皆さんもまだ覚えているかもしれないんですが、西アフリカでエボラ出血熱が大流行しましたよね。インフルエンザに近い症状が現れるこの病気なんですが、恐ろしいのはその死亡率。なんと感染者の約 40% が亡くなったんです。このエボラがさらに恐ろしかったのは、そのあまりに高い感染力、そしてそのことが各地で悲劇を生み出しました。感染力が高い場合、周囲の人間はどういった対応を取ることが多いのでしょうか。そう。
それは隔離です。ある日、西アフリカにあるリベリア共和国のバラジャ村で、ある男性が病で倒れました。医療チームが駆けつけた時には、すでにもう亡くなっていました。そして、この男性はエボラ出血熱であったと診断されたんです。高い感染力を持つエボラ、当然家族も感染しているのではと疑われてしまうんです。そしてその予想は的中。この男性の娘である12歳のファトゥー・シェリフさんとそのお母さんはエボラに感染していたんです。この事態に対して村の人々はどのように対応したのでしょうか。彼らの行動は主に2つでした。逃亡と隔離です。感染を恐れた村人は荷物を整理するますら惜しみ、一目散に他の村へ走って逃げていったんです。しかし、この悲しき親子のことはもちろん忘れていません。村人たちは彼女ら親子を隔離するため、親子の家のドアと窓をすべて荷物で塞いでいたんです。こうして親子は家から出ることは不可能となりました。いくら致死率が高くても必ず亡くなるわけではありません。そして即死でもありません。二人は病気に苦しむだけでなく飢えにも苦しむことになりました。バラジャ村では朝から晩まで一日中食べ物を求める彼女らの声が鳴り響いていたそうなんです。そしてその数日後、二人は亡くなってしまうんです。人類を絶滅に陥れる非常に恐ろしい病。今我々に降りかかっているものもその一種かもしれません。出演を決めた途端に悲劇に襲われ、撮影スタッフも不幸に見舞われてしまう。そんな呪われた映画をご存知だろうか。偶然とは思えない不可解な現象が引き起こされた恐ろしすぎる理由とは。